住民はプーチンが大嫌い。美しい旧市街は世界遺産に登録。絶品グルメを堪能。地球の国全部行く。2022年2月24日、ロシアがウクライナに対する軍事侵攻に踏み切り、ロシア軍とウクライナ軍の戦闘が続いています。一日でも早く戦争が終わり、平和になってほしいですね。ウクライナの北や東、そして南の黒海からロシアに攻められているので、多くのウクライナ市民は西に避難しています。ポーランドに接する町リビブには多くのウクライナ市民が避難しており、そこからさらにポーランドに避難する人も大勢います。2022年3月中旬以降、ロシアは今まで攻撃していなかった西側リビブにも攻撃を開始しました。リビブにはウクライナ軍はあまりおらず、一般市民がほとんどなので、ロシアには攻撃をやめてほしいです。今回の動画はウクライナの西リビブはどういう街なのか、歴史、文化、名物料理や観光名所を紹介しながら解説していきます。ではどうぞ。首都キエフから寝台列車に乗ってリビブに向かいました。一等車の寝台列車は通常3人分の座席を1つのベッドにしていて快適。一等車でも値段は約3000円と格安です。夜10時発、西に約 500km 走り、8時間かかって朝6時頃リビブに到着しました。リビブは最もウクライナ色が強い町と呼ばれていて、公用語はウクライナ語、ロシア語はあまり聞かれません。ポーランドの国境に近い町で、以前はポーランドに占領されていました。オーストリア帝国の一部だった頃もあり、そのため建物や街並みはロシア風ではなくヨーロッパの雰囲気です。石畳の美しい街並みが広がり、ヨーロッパの真珠と呼ばれるリビブは、リビブの歴史地区群として1998年に世界遺産に登録されました。ウクライナの東側は親ロシア派住民が多いですが、西のリビブはヨーロッパ寄りでロシア嫌いの住民が多いようです。こちらはリビブの屋台で売られているプーチンの顔が描かれたトイレットペーパー。俺のでもくらえということでしょうか。またこちらはリビブ中心にある店で売られているビールです。私が訪れた2015年5月、ロシアはメドベージェフ大統領でしたが、プーチンの膝の上に抱かれていますね。2022年3月、なんとこのビール工場では、このプーチンのラベルの瓶を使って火炎瓶を作っています。プーチンのラベルの火炎瓶をロシア軍に向かって投げるとは皮肉ですね。ここはリビブ旧市街の中心、ルノック広場です。ルノックとは市場という意味で、今でも市場が建ちます。石畳の道と16世紀に建てられた建物はヨーロッパの雰囲気で美しいです。リビブは首都キエフよりもさらに物価が安く、日本の10分の1以下なので何でも非常に安く感じました。街を走るバス、路面電車に乗ってみました。運賃は 2UAH、日本円で8円とは驚きました。首都キエフの運賃 5UAH の半値以下。どんだけ物価が安いんだという感じです。ランチは高級レストランにやってきました。ウクライナのビール1715の生 20UAH、キャベツたっぷりのコサックスープ 33UAH、 豚ヒレ肉のステーキ、ポテトとマッシュルームソース添え 72UAH、 そしてウクライナ名物の水餃子ワレニキ約200円。高級感あるレストランでこれだけ食べて飲んで全部で700円です。本当に物価が安いです。広場中心には市庁舎があり、65メートルの塔があるので階段で登ってみました。どうですかこの眺め。リビブの街を一望できます。少し地味な色の建物が多いですが、歴史を感じる街並みですね。薬局博物館にやってきました。1735年創業、リビブ最古の薬局で今でも薬を売っています。現在の薬も売っていますが、おすすめはこちら。創業当時から売っている鉄ワイン 20UAH。万病に効くと言われています。飲んでみると甘くて鉄のような味がします。実際万病に効くとは思えませんが、鉄っぽい味でなんか効いている気がすると思いました。中は当時のまま300年前の
製薬機械や器具、薬草まであって感動的でした。壁や内装、戸棚なども当時のままでタイムスリップしたかのようでした。1時間ぐらいゆっくりと見学しましたよ。リビブはウクライナ語でライオンという意味。街にはライオンの像をよく見かけました。こちらは14世紀に建てられたアルメニア教会です。3UAH を払うと撮影 OK。内壁一面が鮮やかなフレスコ画、モザイク画で覆われていて美術館のようです。受胎告知やキリスト受難の様子を描いた色鮮やかで独特なタッチの絵画は必見です。絵画を見ていると少年の素晴らしい歌声、最高でした。民芸品マーケットではたくさんの屋台が立ち並び、名物の食べ物や土産物を売っていました。おすすめはこれ、マトリョーシカです。ロシアのマトリョーシカは全て同じ絵柄なのですが、ウクライナのマトリョーシカは全て異なる絵柄なのが特徴的です。しかも形がだるまのようで、これを木で作るのは大変でしょうね。こちらはお母さん、お父さん、兄弟たち、一番小さい赤ちゃんまで実際開けてみましょう。一番大きい15センチメートルのお母さん、お父さん、お姉さん、弟と続き7個目の女の子のサイズは2センチメートルとかなり小さいです。これで終わりかなと思ったら男の子が、さらに9個目は1センチメートルの赤ちゃんが出てきました。もうこれで終わりだろうと思ったら最後に10個目5ミリの赤ちゃん。これが手作りとは驚きですね。芸術作品のようです。外側は綺麗に筆で描かれていて、内部はこのように彫られています。かなり負けてもらって1セット 500UAH 約2000円ぐらいでした。食事やホテル代より高かったですが納得の値段、最高のお土産になりましたよ。リビブは中心部に素晴らしい教会がたくさんあり、外観も内装も美しく本当に素晴らしかったです。リビブ大聖堂、14世紀創建、ゴシック様式のローマカトリック教会、大理石とフレスコ画で飾られた内装が美しく圧巻です。2014年、クリミア紛争で亡くなられた兵士が追悼されていました。17世紀に建てられた聖アンドレア教会はルネサンス、マニエリスムなどの複合様式、金の装飾とフレスコ画の内装が美しいです。18世紀に再建されたドミニコ聖堂はウィーンの教会を模したバロック様式で、白を基調とした明るい教会。どの教会も本当に素晴らしかったです。夕食はルノック広場に面したクラフトビールの店にしました。先ほどのプーチンの絵柄のビールを作っている店です。店内でビールを作っています。生演奏もしていました。どのビールも最高。1杯 18UAH と安いですね。料理は黒ビール煮込みの牛肉に豆を添えたもの 75UAH。これが絶品。ビールによく合う。そしてこちらはグリーンボルシチのスープ。多年草のソレルのスープに牛肉、ポーチドエッグ、野菜がたくさん入っていて激うま。そして 33UAH と激安です。さらにこちらはビールの原料の麦芽をキャラメルとからしで甘辛く煮込んだもの。このおつまみがビールによく合う 10UAH と激安なのでお土産にも買いました。ホテルはパンホステルというドミトリー、2段ベッドが4個ある8人部屋で1泊 130UAH。 清潔感があって良かったです。最後に国立オペラの広場に来ました。大勢の人たちが空き瓶や風船を使った手作りのゲームで楽しんでいました。貧しいけれど
平和で幸せそうな感じが伝わりました。こんなに素晴らしいリビブの街を攻撃しないでほしい。早く平和が戻るように祈っております。以上、ご視聴ありがとうございました。